なんか森先生当時だいぶモテてたって、あの、いや、僕と一あ、緒に出てる、受け取ってるそうそう。人って、いつもビデオ出てる。はい、あの人は、だから20、えっと、ですね、僕の選手生、どんぐらいだろう。僕が22とかだから、もう4とか、4期とか、森先生と一緒にいたんですって。えー、彼、オービリン大学の時からやってるので、へー、オベで、リンだ。僕の父とかも何でも思ったこと言っちゃうじゃないですか。はい。だから、もうお父さんストレートだからね。なんか、君はモテそうじゃないな、みたいな。でも、森はモテそうだけども、よく比べられましたって言ってましたけど。本当に。それは初耳だな。でそんなこと聞いたことないけどね。ああ、いや、でもなんかキャーキャー言われてたって、やっぱ当時の人が言ってるんで。それは本人には届いてないよ。全然知らないな。ああ、でそれはも、本人の前で教えてもらいたいね、それは。そうですよね。でも背も知らない。高くて、なんか、日本、日本ではね。モデル。日本ではね。で今ね、あここにいると平均、女性の平均値なんです、僕。あ、あ、そうなんですか。身長180ぐらいなんですけど、で、はここの女性の平均値がそれぐらいで、い。はい。で、体重も68なんですけど、女はい。性の平均値が68で、僕ちょうど女性の平均値なんです。そうなんですか。そう。だからね、本当にダメですよ。ああ、オーストラリアって、なんかズバズバ言う人多いですし、なんかいいですよね。僕好きなんですけども、なんうん。か思ったこと正直に言う人がすごい多いイメージがありああ、ますけど。そうだね。でも、州によって違うかな。あ、そうですか。そう。こっちクイーンズランドの方はあったかいはい。ので、はい。ちょっとね、うん。田舎のいいおじさんたちみたいな感じ。ああ、はで、メルボルンの方に行くと、下の方に行くと寒いんですよ。い。はい。やっぱりその先進国のちょっとね、感じに似てるというか、あ都会の人ですよ。で、こっちの方は都会じゃないなっていう。まあ、なんかちょっと田舎がかかってるなっていう感じ。田舎のあ、おじさんああ、みたいで、うん。ね、あったかい国とね、寒い国とやっぱり違うんですよね。もうあったかい国は何でもなるよ、みたいな。なんとかなるからいいよ、みたいな感じ。うん。いい加減だったりとか。ああ、同じ国でもそうなんですね。全然、そう、違うね。まあだからね、確かに日本も沖縄だともうナンクルナイサーみたいな感じですから。そうそうそう、沖縄と同じ同じでしょ。気候が大体。はい。ブリスベンと。で、ああ、違うので、そう。だから人間の味も違うんだよ。うーん。なんかちょっと、交流。最後にお聞きしたいことが、これまあなんでしょう。流せるかどうかは後でちょっと判断しますけども、内弟子うん。同士はお、良かったんですか？ 鋭い質問だね。僕、あれ、うん。西田さんと同期なんですか？そう、西田さそんと同期。れは初めて知りました。よく館長、でも館長も西田さんにかけてた時は、なんかいろいろひねくり回したり、なんか、こいつはなんかやるからな、みたいななんかことを言っていや、たり。運転してたからね、西田さんは。ああ、そうなんですか。そう、だから、ね、そういう面では、よく館長先生とのお話を聞いてた人だと思いますけどね。うん。なんか北海道に帰られたんですかね。そうそうそう。僕よりも早く辞めて、お母さん、家族のね、ちょっといろいろあって、で、帰られて。ああ、はい。うん。で内弟子の関はい。係ね。
はい。あれ、でも、それはさ、正宏さんもいろいろあったでしょ？僕、どんな感じだったの？先輩いた？僕、僕はですね、敵作らないタイプなんですよ。何を作らない？あ、敵を。あ、敵ね。ああ。僕、うん。僕、敵作らないんで、でも、父がどう思おうが、父はすごいですよ。父はまあいろいろありますけども、僕、まあ父が、仲良くない人とかも、まあ僕の世代は関係ないし、まあそういうことはもう気にしないであれ、ですし、も、それってさ、世代もあるよね。そああ、の僕らの時。僕らの時はね、やっぱり先輩後輩が激しく違ああ、そう、うので、はい、うん。で、僕もその歴代の写しを見てた時に、はい、例えば、その、先輩後輩のこのはい、一年違いとかね、はい、ここら辺はね、ダメみたいなね。だかあら、その、一個上の先輩と後輩は仲悪いけど、あ、はい、で、飛んでその次の後輩とは別に普通にああ、接して、なるほど。他の後輩たちとこの先輩はうまくいってるけど、ここはい、とここは一年近いところはね。なんでかってあいうと、一年先輩だと、一年先輩っていうだけで先生になっちゃうから。あ、はい、あで、ただ一年後輩の方からすると、カチンとくるわけよね。あ、はい、そんな違いないじゃんっていう感じ。うん、なのに、何その先生面はみたいな感じで。ああ、また、あれじゃないですか。なんか、内弟子同士でもなんか、養親館に入ったのは、僕の方が先で、内弟子になったのは確かに後だけどっていうのもあったんじゃないですか。そう、だからね、入った順番がね、はい。だよね。そう、そう。だからね、仲良くはないね、やっぱり。うん。ただ、なんて言うんだろうね。後輩、年が離れてる後輩とは多分うまくいってるけど、近いところとはやっぱりうまくいってなくて、で、うん。でも、いいなと思うのは、その1年間とか2年間しか違いがないといつか超えてやろうとかね。あ、はい。だ向こうが、その、うん。同じ時間、例えば稽古時間あったとしてもね、教えてるわけじゃない。先はい。輩がね。で、こっちは稽古してるわけじゃん。向こうが教えてる間に追いついてやろうとかね。ああ、そういう目うん。標に、身近な目標になったりとかね。して一生懸命できるっていうのはいいかもしれないね。入ってすぐ僕らとか、竹野先生がトップで、はい。その下に桜井先生がいて、千田先生、桜井先生、中野先生、安藤先生っていうような順番でいたんだけど、やっぱり竹野先生、千田先生っていうのは入った時はもすごい上の人なので、目指すなんて考えもしないし、やっぱり近いところからこの人に追いついていこうとかね、うん。いうのはありましたよね。ああ、だからそういう意味では、うん。いい目標になってよかったなとは思うけど、友達ではなかったんですよね。な、そのね、稽古終わって、道場時間が終わってまで一緒に話をしようとも思わないし、うん。そういう関係ではなかったなってよく。うん。これ、合気道だけでなくて、他のやっぱ武道でも、やっぱ大山正達先生のお弟子さん同士が、とか、うん。まあいろいろあると思うんですけども、まあ、まあ僕も今後組織がもっと大きくなるにつれて、そこの、まあ解決策みたいなこととかは、まあ例えば、なんでしょうね。まあ今具体的にはあんまり言わないですけども、まあそういうのがなくなってほしいなってもう思ってるんですけども、森先生はどうしたらなんか、解決できると思いますか？お弟子さん同士確かに同じぐらいの世代で、ね、先輩後輩で。でも今の時代やっぱ先輩後輩で、なんか、
上になるという、企業とかではもう上になる時代とかではなくなってきてると思うんで、うん。僕はこっちに来て思うけど、こっちの人ってどうなんだろう。形では先輩後輩ははい。あるんですよ。こういう道場の世界ってやっぱり日本の形をこう持ってきてるので、で、やっぱりランクとかでオーダー決めたりとかいろいろありますけど、でもそれ以外は別に普通に話してるので、で、別に俺が先輩だからっていうのはないと思います。あとは、そうなってくると人間性の問題になってきますよね。で、それぞれが、まあ、それぞれのを認めてうん。やっていくと問題ないんじゃないかなと思いますけそうですね。どね。そうですよね。なんかまあ、そこに、まあ、それぞれ、まあ、僕のと同じ世代で、まあ、僕よりも人気な人がいてとか、僕よりも生徒さんが多くてっていう人とかも、こう、まあ、認めて、盗めるとこは盗んだり、まあ、そう。いろいろこうしてって、まあ、もっと大きくなっていけばなとも、僕も思っています。あの、僕はこのオスって言葉も、はい。このオスって言葉は、その、相手をリスペクトする言葉だと僕は思ってるんですよ。はい。だから、先輩が教えてくれたオスって返すっていうのは、返事をするっていうただのはいではなくて、ありがとうっていう意味だと思って使ってるんです。で、これは、この僕らオスっていう言葉を使うときに全般的に言えることで、で、何事についても僕らは、その感謝をすること。で、これが基本だと思ってて。でそうすると先輩後輩関係なくお互いにリスペクトできる。で、こういう関係であったらすごく道場の中の人の人間関係ってのはすごくいいと思う。お互いに、お互いに立て合って、助け合って、一つの技を作って、一つの技を学んでいく。でこの道場の中はみんなファミリーなんだよ。お互いに助け合って一つの技を学んでいく。で、例えば演舞会があったらそれを乗り越えていく。で、そういうことをみんなでやっていくんだ。っていう仲間だからみんな道場はみんな仲いいですよ。で、やっぱりそのね、先輩は兄貴とかおじさんとか家族で言ったらそういうような位置づけで、別に偉くそうにしてるわけでもないし、できることは協力して、手を差し伸べてあげるのは先輩だと思うし、で、それに後輩たちは本当に感謝を押すって言って感謝をして、お互い認め合ってやっていくっていう世界を僕は今自分の道場では作ってるつもりです。そうするとね、みんないい感じですよ。いびつな先輩後輩ではなくて、お互いに、互いに助け合ってやっていくっていう感じかな。そうすると、なんか、そういうぶつかり合いはないと思うんですね。だからね、基本はお互いに、認め合ってっていう世界かな。